どうも、ジルカギターセナです。今日はですね、早弾きのテクニックで見かけることも多いであろう究極奥義みたいなスイープタッピングについて本気で取得しに行こうという動画になっております。スイープタッピングというと、まずスイープっていうのはなんかもう早弾きするにはまずなんか出てくる第一関門というか、第一関門ではないのかもしれないですけど、なんかあるじゃないですか、スイープっていう。でタッピングもなんか見た目的にもすごい派手ですし、ちょっと難解な感じもするっていうことで、その2つが合わさってるスイープタッピングっていう、なんかめちゃめちゃ敷居が高く思われるかと思うんですけれども、でも今日解説するコツをつかんで、今日紹介します練習フレーズをやっていけば、実はそんなに敷居が高くなく感じられると思います。実際僕もですね、最初にスイープをしてタッピングをしてスイープタッピングをしたっていうよりは、スイープタッピングから始めてスイープそしてタッピングっていう風に移っていったギタリストですので、今ですね、視聴者の方に私スイープも取得してないしタッピングもしてないから、じゃあ今日の内容スルーでみたいな感じで思われてる方はですね、そんなスルーはせずにスイープタッピングから得れること、逆にスイープに戻ったりとかタッピングに活かせることってたくさんありますので、ぜひ今日はですね、動画の最後まで見て、その練習法コツをしっかり掴んでスイープタッピングをマスターしていただければなと思います。今日ですね、紹介する動画の大きな流れとしては、まず左手の確認、そして右手の確認、それでその確認が終わったら両方合わせた時の確認、その後にコツとか練習フレーズを紹介して終われたらなと。でそれを解説してる頃にはですね、もうだいたいスイープタップの全貌というかが見えてきますので、今日の動画はそんな流れでいきたいと思います。ちょっと言い忘れてしまったんですが、僕のギターのチューニングはドロップ C チューニングとなっております。全弦1音下げで6弦のみさらにもう1音下げのドロップ C チューニングになっていて、ドロップ C チューニング上で解説しますので、レギュラーチューニングの方はレギュラーチューニングで自分に置き換えてこの動画を見ていただければなと思います。スイープタッピングでじゃあ何かっていうところからまず始めるとですね、スイープタップっていうのはこのようなですね、スイープをしている間にタッピングがこう入ってくるものをスイープタッピングとかって言うんですけれども、スケール弾きとかいわゆる早弾きをしている中ではちょっとなんか派手なというか、ちょっと動きが違うぞみたいな感じで思われると思うんですけど、それがまさにスイープタップで、スイープを適当にこの辺でやってるとかっていうわけじゃなくてですね、スイープの合間合間に指板をこうタッピングしてるんですね。でこれをスイープタッピングと呼んでいます。テクニック的には応用とされているフレーズなんですけど、冒頭でも言った通りコツをつかんでしまえば、実はスイープという難解なテクニックにさらに難解なテクニックのタッピングを組み合わせるっていう、解釈じゃなくて、スイープタッピングっていう一つのジャンルというか一つのテクニックなんだというふうに考えられるようになると思いますので、順を追って説明していきたいと思います。ではまずですね、左手は前回スイープ講座で紹介したものとほとんど一緒になります。っていうのもですね、スイープって実際すごく単純なんですよ。なんでそんななんか毎回スイープタッピングだからといってなんかこう変わるかっていうと、実はそういうことではなくて、スイープの講座で紹介したような内容になっております。なのでですね、より知りたいなっていう方はぜひスイープ動画の方を見ていただいて、馴染みが出てきたらまたここに戻ってくるでもいいですし、実際ここで紹介するものだけでも完結しておりますので、ここでですね見ていただければなと思います。左手なんですけど、左手は主にトライアドを弾いてます。トライアドっていうのは C メジャーだったらドミソ、 C マイナーだったらこういう形ですね。こんな感じになっておりまして、この左手がですね、スイープピーキングって後で右手も解説するんですけど、左手がかなり要になっていきますので、ここでしっかりと左手をまず押さえておきたい。最初はですね、器用に動かせしづらいかなとは思うんですけど、最初はもう本当になんとなくあれ今スイープっぽいなっていう感じで全然大丈夫ですので、そこからまずやっていただければなと思います。もう左手だけでいいです。左手だけで最初は音のこととか考えず、ノイズとかも考えず、もう本当にエクササイズですね。左手をいかにこう動かせるかっていうところだけやっていく。
まずはもう歩けるようになろうみたいな、なんかそんな感じの、走る前に歩けるようになろうみたいな、なんかそんな感じのイメージで、まずは左手をこうスイープの左手の動きをなんとなく掴んでいただくっていう感じですね。で次はいよいよ右手に移っていくんですけれども、さっきの左手の動きに右手を合わせていく。言ってしまうとこれだけなんですけど、セナ流のポイントを一つ付け加えると、行きはピッキングするんですけど、帰りはハンマリングで戻っていきます。こういうことですね。行きはピックを使って発音するけど、帰りは左手のみでいく。左手タップみたいな感じですね。こんな感じでやっていきます。でこうすると何がいいかっていうと、今日やるまさにスイープタッピングの根幹に関わることなんですけど、この左手のみで発音してる間に右手が何かする準備ができるんです。何でもいいんですけど、例えば今日やるタッピングの準備をする、この間に右手はもうフリーなわけです。で極端な話、こっち行っててもいいし、こっち行ってても右手はその間に何かこうやれると。で例えばタッピングだったらタッピングの指板をもう準備してるでもいいし、そのままピッキングに移行してもいいしっていうことで、右手がフリーになるということが最大のメリット。あとはですね、一番難しいので左手の動きを覚えた後って、その右手とシンクロさせるのが難しいんですよ。でそのシンクロのアップピッキングの部分を削れるということは、ダウンのスイープのみ集中すればということで、左手のみで発音するのはそれはそれで難しさがあるんですけど、ただその右手と左手のユニゾンという難しさは行き方向だけで済むという考え方もできるという、これは本当に臨機応変なんですけど、例えば正ハーのスイープフレーズとかは異弦同フレットなので、戻りもピッキングしないと発音できないんですけど、例えばこういうフレーズです。こういう異弦同フレットのスイープフレーズとかは帰りとかはですね、ピッキングをしないと発音できないんですけど、ただ紹介するようなこういう押さえ分けるタイプのスイープとかは帰りの時に左手のみでいけるので、こういう時に左手のみで発音することによって右手がフリーになり、いろんなことができるよと。で今聞くとじゃあそれ正反の時はできないじゃんと思いがちなんですけど、ただですね、この押さえ分ける形っていうのはメジャーマイナーどちらも対応できるので、ポジションによるんですけど、基本的にどのコードにも対応できます。なので最初はですね、戻りをピッキングしない形で覚えて、で馴染みが出てきたら今度はその正反のタイプをやるとかでもいいかなと。僕はそういう感じで今まで覚えてきたというか、なのでまず最初にコツとしてできるタイプからやっていくみたいな、そんなところがありますので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。で、右手なんですけど、ゆっくりやるとこういう感じになってます。なので一見ですね派手な感じに見えるんですけど、仕組みさえ覚えてしまえば単純。ダウン方向の時のみピッキングして戻ってきたと同時にタップするなり、タップをしてから戻るなり、その組み合わせで成り立っています。で右手のコツはですね、いくつかありまして、まず一つ代表的なのが、タッピング講座の時にも解説したので、そちらもまた動画見ていただければなと思うんですけど、タッピングを上方向にするっていうこと、下方向じゃなくて、例えばですけどじゃなくて、手首っていうよりはもう指先で弾いてあげるみたいな感覚ですね。こうすることによってですね、リスクが減るというか、下方向にしてしまうとどうしても弦から手がですね離れ気味になるっていうか、次にスイープするのにスイープピッキングの開始位置から遠い方向に行っちゃうわけですよ。なんでかっていうと、当たり前ですけどね、下に
弾いてるんで距離が遠くなっちゃうんですよ。でその分移動距離が多くなるんで、スピードが出づらいっていうのもあるし、単純に距離がある分、いろんなリスクが出てくる、ノイズだったりとか、単純にうまくいきづらいとか、そんな感じでリスクが出てきますので、僕はですね上方向にタッピングしてもう待機しているような、そんな感覚でやっております。このようにほぼ手を動かさずにいられるというか、そんな感じで待機できているので、こっちの方が僕は使いやすくて好んで使っております。はい、で今日冒頭でも話したように、スイープとタッピングを合わせるのではなく、とある解釈一つでスイープタップというなんかもう一つの奏法みたいに感じるっていうのはですね、今から話すコツが実はかなりキーになってきまして、コツはですね、右手をタッピングするっていうよりは、タッピングはしてるんですよ。タッピングはしてるんですけど、右手でピッキングしてるようなイメージでやるんですよ。僕はそういう解釈っていう話なんですけど、ピックを使って発音するんじゃなくて、右手でピッキングするみたいな、ちょっとなんか何言ってるか分かんないっていう感じだと思うんですけど、右手でピッキングする。例えばこれもってやることによって、右手でピッキングした結果1音足しちゃってる、1音増えているみたいな、結果として1音増えたみたいな、そんな解釈でやると、何がいいかっていうと、スイープしてタッピングしてっていうよりも、スイープの動きの中で要はピッキングしているんで、ピッキングした結果、右手でピッキングした結果1音増えて、スイープタップになったみたいな、なんかそんな感じの解釈になります。はい、では今までのまとめなんですけど、左手はまずスイープの型をフィジカル的に動かせるようになるっていうのがまず左手のやるべきこと。そしてちゃんとこの時に左手のみで発音できるようにというか、左手タップ筋みたいなのを意識しながらやっていただけるとより効果的かなと思います。で、右手はダウン方向はピッキングし、アップ方向に関しては左手のみに任せて、その任せてる間にタッピングの準備をする。で、タッピングは上方向にした方がよりリスクがなく、なおかつスマートにできるので上方向がおすすめ。それで全体的なイメージとしては、右手でタッピングをしに行くっていうよりは、右手でピッキングをするというようなイメージでやることによって、結果スイープタッピングになっているみたいな全体のイメージがつかめていればバッチリです。で、ここからは今伝えていったコツだったり基本動作を元にいよいよ実践に向けて練習フレーズを紹介していきたいと思います。で、この練習フレーズなんですけど、紹介すると、まずは c マイナーでダウン方向でスイープします。 C の音タップしてプリング。次はまた c マイナーでダウン方向でスイープします。次は A シャープの音ですねをタップで、またダウン方向にスイープで、次は G シャープの音で、これは4音刻みで成り立っているので、例えば4音刻みをアクセントに置いていくと、16分音符になりますので、かなり使いやすい形かなと思います。で、これをやっていくと無限にスイープタップをし続けられるフレーズ、永久期間フレーズが爆誕していてですね、永久期間フレーズをずっとやり続けることによって強制的にスイープタッピングに適応していくというか、馴染んでいくみたいな、そんなフレーズになっております。だから最初はまず細かいことは気にせず、ゆっくりのスピードでもいいのでやってみてください。適度なところで止めていただいて、で無限にこのフレーズをやっていると、スイープタップはもちろんなんですけど、スイープピッキングもかなり馴染んできているんじゃないかなと思いますので、このフレーズを適度に
やっていただければなと思います。この一連の動きをやっているとですね、思うと思うんですけど、実はですね、右手ってそんなに動かさなくても上側にタッピングするっていうことと、スイープのアップ方向を左手のみで発音するっていうことをですね、押さえていると、実は右手ってそんなに動かさなくてもいいということが判明してくるんですよ。で、これをやった方がスイープピッキングのリスクが減っていきます。っていうのはノイズだったりとか、そもそもシンクロしづらいとか、そういったリスクがどんどん減っていきますので、ぜひですね、右手の動きを小さくやれるようにやってみてください。ほとんど右手がですね、この位置から動かないというか、っていう感じになります。で、やってみたら分かると思うんですけど、これアップピッキングも右手で発音してるとかなり難易度が高いフレーズになってくるんですよ。このスイープタップ自体がちょっと億劫というか、アップピッキング方面もピッキングして、で帰ってきた時もタッピングしてみたいな、一つポイントが増えてしまうというか、一回一回こう右手のポジションがこう変わるので、戻る行く戻る行くみたいな感じでハードルが高くなるから、それよりも左手で発音できるところは左手で発音し、右手で確実にこうタップしてっていう方が音がですね綺麗につながるかなと思いますので、スイープタッピングをする上でセナ流はかなりおすすめですね。というわけでですね、以上のことを押さえていただき、さっきの練習法をやっていただきってやると、スイープタッピングを得得できるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、実践に向けて今の要領で、例えばスイープタップを終えた後にスケールチックなタッピングを混ぜていくとか、こういうスケール感の強いタッピングフレーズになだれ込んでいくもよし、スイープタップで完結するもよしっていう感じで、どんどん応用が効いていくと思うので、まずはですね、今日の練習フレーズを押さえていただければなと思います。今日ですね、解説したスイープタッピング、これはですね、もう本当に僕もすごく多用しているテクニックで、っていうのも毎度言ってるんですけど、見た目が派手だし音的にも派手なんですよね。やっぱり早弾きっていうとスケールライクっていうんですかね、隣り合った音を早く弾いていったりとか、例えばですけど、みたいな、こういうフレーズも早弾きとして早弾きですごくかっこいいんですけれども、時にはクールにというんですかね、あんまり頑張ってる感を出さないで音をつなげたいとか、音を発音したい、なんかちょっとこう魔法っぽい感じを出したいとか、そういった時にですね、ドンピシャでハマってくれるテクニックというかで、さっきみたいなスケール感の強い早弾きはですね、隣り合った音とかをつないでいくのが普通なんですけど、スイープってやっぱトライアドを元にしてるので音が離れてるから、とてもですね聴覚的にもわっとこうなるというか、なりやすいですね。なので音が離れているのに早く弾くから、スイープやタッピングの時も言ったんですけど、耳的にも派手、目的にも派手っていうことで、これを得得したらかなりの戦力になるかな。考えてみると当たり前なんですけど、スイープって早弾きの代表的な花形みたいなポジションじゃないですか。でタッピングもそうじゃないですか。でその2つが掛け合わさってるんで、なんか地味になることがまずありえないというか、なのでぜひ覚えて素敵なスイープタッピングライフを送っていただければなと思います。というわけで今回ですね、僕の好きなテクニックであるスイープタッピングについて解説しました。スイープフレーズについての解説とタッピングフレーズについての2つ動画を以前に出していますので、ぜひそちらも合わせて見ていただければより理解が深まるかなと思います。それではまたネクストビジョンで会いましょう。せなでした。